おはようございます。ケンです。ウェイモがロボタクシーの商業運行で大きな成果を上げる一方で、アマゾン傘下のズークスも市場参入を狙っています。テスラのロボタクシー計画はどうなるのか、さらに自動運転技術をめぐるカメラ vs ライダー論争も続いています。テスラはカメラのみで完全自動運転を実現しようとしていますが、ウェイモやズークスはライダーを活用したアプローチをとっています。この違いが今後の自動運転業界にどんな影響を与えるのか注目されています。そしてテスラが直面している販売リスク、中国、アメリカ、ヨーロッパ、それぞれの市場で異なる問題が浮上しています。この動画を最後までご視聴してもらえれば、テスラの最新情報がわかると思います。ぜひ今日も最後までご視聴ください。まずは、ロボタクシーの最新動向から見ていきたいと思います。Google の親会社であるアルファベットが展開する Waymo は、すでに200万回以上の有料乗車を達成しました。現在、アメリカの複数の都市でサービスを提供しており、完全無人のロボタクシーを実際に運行しています。これに対して Amazon 傘下のズークスもロボタクシー市場への参入を進めています。サンフランシスコとラスベガスで有料サービスを開始する計画があり、すでに実験運行も行われています。一方でテスラはどうでしょうか。テスラは完全自動運転を目指してはいるんですけれども、現在のところ無人運転の承認は得られていません。テスラの FSD、つまりフルセルフドライビングは、ドライバーがハンドルを握った状態での支援システムにとどまっています。ここで重要なのは、ロボタクシー市場において、ウェイモが明確に先行しているという点です。ウェイモはすでに規制当局の承認を受け、商業運行を行っているのに対し、テスラはまだ FSD を無人で運用できる段階には達していません。この差はテスラ株にどのような影響を与えるのでしょうか。ウェイモの成功がテスラの自動運転戦略にプレッシャーを与えている可能性は高いです。もしウェイモやズークスが順調に市場を拡大すれば、テスラのロボタクシー事業が後手に回るリスクがあります。とはいえテスラは今後も FSD のアップデートを続け、規制当局の承認を目指しています。テスラがどのタイミングで無人運転の許可を得られるのか、これが今後の大きなポイントになるでしょう。次に自動運転の技術的なアプローチについて見ていきます。現在自動運転技術には大きく分けて2つの方式があります。テスラのようにカメラのみで環境を認識する方法と、ウェイモやズークスのようにライダーを活用する方法です。テスラはカメラだけで完全自動運転を実現できるとしており、ライダーを搭載しない方針をとっています。イーロン・マスクさんは以前からライダーは高価で不要な技術と明言しています。一方、ウェイモやズークスはライダーを搭載し 3D マッピングを活用して環境を認識するアプローチを採用しています。ライダーは光の反射を利用するため、暗闇や悪天候でも物体を検出しやすいと言われています。では、テスラはこのままカメラだけで本当に完全自動運転を実現できるのでしょうか。この点については業界内でも意見が分かれています。確かに AI の進化によってカメラだけでも十分に運転できる未来が来る可能性はあります。しかし現在の時点ではウェイモのようにライダーを活用したシステムがすでに完全無人のロボタクシーとして商業運行を行っているという事実もあります。今後テスラがどのように FSD を進化させ、規制当局の承認を得ていくのか、この点がテスラのロボタクシー戦略の鍵となるでしょう。では、こうした技術的な論争を踏まえて、テスラの販売リスクはどうなっているのでしょうか。ここからはテスラが直面する販売リスクについて見ていきます。現在テスラは世界三大市場である中国、アメリカ、ヨーロッパでそれぞれ異なる課題に直面しています。これらの市場動向はテスラの成長に大きく影響を与える可能性があります。では、それぞれの地域ごとに詳しく見ていきましょう。まずは中国市場です。テスラにとって中国は最大の EV 市場であり、ギガ上海も生産拠点として重要な役割を
果たしています。しかし、ここでの競争が年々激しくなっています。特に中国の EV メーカー BYD は価格競争を仕掛けながら新技術を搭載したモデルを次々と投入しています。BYD だけではなく、ニオやシャオペンといった新興企業も成長していて、テスラの市場シェアを脅かしています。さらに政治的な要因もリスクの一つです。米中関係の悪化が続けば、関税や規制強化などがテスラにとって不利に働く可能性もあります。中国市場でのシェアを維持できるかどうかは、今後の成長戦略の大きな鍵となります。次にテスラの本拠地であるアメリカ市場について見ていきます。アメリカではテスラは依然として EV 市場のリーダーですが、最近の動向を見るとブランドイメージが分かれ始めていると言われています。その要因の一つがイーロン・マスクさんの政治的発言です。イーロン・マスクさんは X を通じて政治や社会問題について積極的に発言しています。その結果、特に民主党支持層の一部がテスラのブランドに対して距離を置く傾向が出てきているようです。一方で、アメリカでは EV 市場全体の成長が鈍化しているとの指摘もあります。EV 補助金の影響やインフラの整備状況によって消費者の購買意欲が左右されるため、テスラもその影響を受けている可能性があります。最後にヨーロッパ市場です。ヨーロッパでは環境規制が強化され EV の普及が進んでいます。ただし、ここでもテスラは激しい競争にさらされています。特にドイツのフォルクスワーゲンやメルセデス・ベンツ、スウェーデンのボルボやポールスターなど各国の自動車メーカーが EV を強化しており、市場の選択肢が増えています。また、ヨーロッパの EV 補助金制度が変更される可能性もあり、政策の影響を受けるリスクもあります。さらに、関税や輸入規制の動向もテスラの価格戦略に影響を与える要因となります。これらの要素を統合すると、テスラは主要三大市場で異なる課題に直面していることがわかります。中国では BYD などの競合と政治リスクが大きな課題。アメリカではブランドイメージの変化と市場の成長鈍化。ヨーロッパでは競争の激化と政策の影響。これらのリスクが今後のテスラ株にどう影響するのか、投資家にとっては重要なポイントになりそうです。では、こうした市場環境の変化に対して、ウォール街のアナリストたちはどのように評価しているのでしょうか。最近、ウォール街のアナリストの間でもテスラ株の評価が分かれ始めています。中でも JP モルガンはテスラの目標株価を120ドルに設定しました。これは現在の価格よりも大幅に低い水準であり、強気派の投資家にとっては驚きの数字かもしれません。一方で、ウォール街のアナリストの中央値の目標株価は370ドルとされています。これは JP モルガンの予測よりもはるかに高い水準で、今の株価よりも高い水準となっております。では、なぜこれほど評価にばらつきがあるのでしょうか。一つの要因として、アナリストたちが株価の動きに合わせて評価を変える傾向があることが挙げられます。例えば、テスラの株価が上昇しているときは強気の予測が増え、下落すると弱気の予測が出てくる。こうした流れは過去にも見られました。つまり、アナリストの意見だけで判断するのではなく、市場全体の動きを冷静に分析することが重要です。では、テスラ株に投資をする投資家として何を意識するべきなのか。まずは短期的なボラティリティを警戒しましょう。テスラ株はこれまでも大きな値動きを繰り返してきました。今後も市場のニュースによって株価が上下する可能性は十分にあります。短期的な変動に振り回されずに長期的な視点を持つことが大切だと思います。そしてテスラの成長戦略をしっかりと見極めるということも重要です。テスラは EV だけではなくエネルギー事業や AI、ロボタクシー事業など複数の分野で成長を目指しています。これらの事業がどれだけ実現可能なのか長期的な視点で評価することが重要です。そして市場のトレンドを注視していきましょう。中国市場の競争、アメリカでの EV 需要の変化、ヨーロッパの規制動向、これらの要素がテスラ株にどのような影響を与えるのかを継続的にチェックすることが賢い投資判断につながると思います。
結局のところテスラ株は成長性とリスクが共存する銘柄です。強気な見方をすれば、テスラは今後も EV 市場を牽引し、新しい事業でさらなる成長を遂げる可能性があります。しかし、弱気な見方をすれば、競争が激化し、販売リスクや技術的な課題によって成長が鈍化する可能性もあります。こういったことを踏まえて、ご自身で戦略を立てて投資をするなら投資をしていくっていうのがいいのではないかなと思います。はい。ということで、今回の動画では、テスラのロボタクシーとウェイモの現状、自動運転技術の課題とカメラ VS ライダーの議論、そして中国、アメリカ、ヨーロッパでの販売リスクから、ウォール街のアナリストの評価と今後の株価見通し、これらのポイントを解説しました。テスラ株について皆さんどう思いますか？コメント欄でぜひ意見を聞かせてください。はい。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は結構下げておりまして、現在 236.97 ドルとなっております。サイバートラックの品質問題が生じたとありましたが、こちら詳細が分かり次第、また YouTube で紹介します。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。最近車を運転しているとテスラとすれ違うことが増えてきたように思いますけれども、皆さんの地域ではどうでしょうか？僕自身割と見かけるようになってきているので、徐々に広がっているなっていうのを実感しています。そしてテスラに乗る場合、やはり気になるのは保険ですよね。その保険ですが、テスラ専用の保険代理店であるアークエイドにぜひ一度相談されてみてください。もうすでに多くの方が問い合わせをしているみたいですが、テスラに乗る以上、やはり保険は重要です。アークエイドは代表の方がそれぞれテスラオーナーさんでもありますので、テスラに関してはかなり理解されています。なのでぜひ保険に関しては皆さん気になると思いますので、アークエイドに問い合わせをされてみてはどうでしょうか。アークエイドの保険に関しては動画も撮っています。その動画も概要欄に記載していますので、ぜひテスラオーナーの方で保険が気になる方は参考にされてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。